今回はイム様がなぜビビを欲しがるのかについて考えます。僕の思うこの件に関する最重要人物、それはハッチャです。さすがにこれは誰となる人もいるかと思いますので説明しますが、ハッチャは百獣海賊団ナンバーズの一人であり、青い髪、黄色のジャージ、喋り声がハチャチャチャというだいぶ変わったキャラなのですが、ハッチャはフランキー将軍をおもちゃだと思って追いかけているんです。僕はこれがイム様がビビを欲しがる理由のヒントだと思います。ハッチャは全身黄色の横に黒のラインが入ったジャージを着ていますので、これはブルース・リーが死亡遊戯で着ていた服をイメージしていると思います。髪の色も青ですし、ハッチャには黄色と青のイメージがあります。黄色と青といえばミスゴールデンウィークが使っていましたよね。笑いの黄色に悲しみの青を混ぜて和みの緑。和みの緑を塗られたルフィはお茶がうめえと言っているので、ハッチャには茶が入っているのでしょう。僕の動画を見てくださっている方でしたらわかるのですが、緑と紫はイム様にかけられた呪いの色だと考察しており、イム様を操っている、もしくはイム様になり変わっているもののヒントになっている色です。NS ロビンへの護送中、緑のローブを着ていたロビンの後ろに隠れていたウソップがはっちゃけていたのも、ワノ国にハッチャを登場させ、イム様を操る者のヒントを出すことをあらかじめ決めていたからかもしれません。小田先生、半端ないですよね。ハッチャにブルース・リーのイメージを持たせているのは、同じく髪の青いブルーギリーにヒントがあるからだと思いますが、ブルーギリーはコリーダコロシアムで戦っている時に足が10本あるように見えるコマがあります。おそらくこれはイカを表していますので、イム様のヒントはイカロスであると考えた前回の考察にも合います。では逃げているフランキーは誰を表すのかというと、それはリリーです。フランキーは青い虎の考察でもそうでしたし、リリー・フランキーもヒントでしょう。ビビとリリーが瓜二つという考察が一般的ですので、その通りであるならイム様がビビを欲しがる理由はリリーを考えることで見えてきそうです。ではリリーを表しているフランキーをハッチャは何だと思って追いかけているでしょうか。それはおもちゃです。どうやらパンクハザードがリンクさせられていそうですよね。ナンバーズはカイドウがパンクハザードから買い取った古代巨人族の失敗作ですので、同じように巨大化の実験をされていたビスケットルームの子供たちとハッチャはリンクします。ビスケットルームの子供たちは羊の皮をかぶったシーザーに覚醒剤を与えられ、正気を失っていましたので、僕の考えている操られているナミの双子の兄弟のイメージとも合います。ビスケットルームの子供たちの願いはお父さんとお母さんに会いたいでしたから、以前に考えたイム様は母親にそっくりなビビを欲しがっているという説が合っているのかもしれません。しかしこれは可愛い方の理由。これとは別にもう一つちょっと嫌な理由が暗示されています。ビスケットルームの子供たちが保護された海軍 G14 の基地長であるロール中将ともちゃの顔って似せて描かれている気がしませんか。おもちゃと人形。先ほど追いかけている側のヒントだと考えたブルーギリーの好物はすき焼きです。すき焼きといえばワノ国の元将軍である光月すき焼きが美少女こけしコレクターでしたね。ドレスローザではおもちゃはシュガーの操り人形になっていました。ドフラミンゴも操り人形を表すキャラです。イム様はビビを操り人形にしようとしているのではないでしょうか。ビビと一緒に逃げているのがおもちゃ屋さんのワポルというのもそれのヒントなのかもしれません。イム様がビビを欲しがる理由はこのぐらいですが、せっかくもちゃの話をしたので、このままもちゃからわかる空白の100年を考えていきたいと思います。もちゃがキャンディーを持って逃げたことを周りの子供たちは独り占めと言っていましたよね。しかし実際にはキャンディーを独占して子供たちを操っていたのはシーザーであり、もちゃはみんなを助けようとしていただけです。この構図って本来雨を独占していたクロコダイルがコブラ王に濡れ衣を着せ国民を戦わせた構図に似ています。この場合キャンディーとリンクしているのはダンスパウダーですね。ワンピースは前半の海と後半の海とがリンク構造になっていますから、前半の海にダンスパウダーによって雨を独り占めしていたワニがいたように、最終局面で雨を独り占めしているキャラが出てきそうですよね。それがイム様であるというふうに考えるのが普通だと思うのですが、僕はそれがナミがいないためできていないのだと考えています。もちゃが持って逃げたキャンディーの包みはオレンジと白のストライプ。
僕は以前にナミが月の王から受け継いだ熱気を表す色だと考察しています。そう考えるのであれば、モチャが抱えているキャンディーは赤子であったナミを表しているのではないでしょうか。逆にスマイリーに食べさせたキャンディーの包みの色は、ナミの双子の兄弟が受け継いだ冷気を表す色だと考察しています。天候を操るためには熱気と冷気が必要ですから、現代のイム様は天候を操れてはいないと思います。ナミがなぜ空白の100年と現在の両方に存在するのかの謎は解けていませんが、パンゲア城から赤ん坊を逃がすといったストーリーがあったのではないかという予想をしています。ここからは他のジャンプ作品からのオマージュの話になります。他の漫画のオマージュの話が嫌いな方が一定数いることは知っていますが、僕が他の漫画のオマージュの話を出すときは重要なヒントがあるときですのでご容赦ください。バラティエにいたパティの包丁に北斗の拳と刻まれていたことから、北斗の拳のオマージュが込められていることは明らかだと思いますが、同時期に連載されていた人気作品セイントセイヤのオマージュも確実に込められています。フィルムゴールドの敵キャラは明らかにゴールドクロスのようなものを着ていましたし、歌もやりすぎ純章の足もまるでゴールドクロスです。セイントセイヤのちょっと面白いと感じるオマージュ部分を紹介しますと、セイントセイヤの物語は木戸光政という巨大財閥の総帥の男が国内外問わず複数の女性に手をつけ、その子供のうち100人をセイントと呼ばれる戦士に養成するため世界各地に送り、その一人である主人公のセイヤがギリシャで修行しているところから始まるんですけど、さすがにこの一夫多妻の子だくさん設定はアニメ版には採用されず、アニメでは血縁関係のない孤児院の子供たちをセイントに育てていました。この設定がシャーロット家の子供たちとマザー・カルメルの羊の家の子供たちに当てられていると思います。シャーロット家の場合、リンリンがアテナで、それを守護するセイントが子供たち。羊の家の場合はイム様がアテナで、それを守護するセイントが CP9 に売られた子供たちです。CP9 はイム様の直属ではないじゃんと感じるかもしれませんが、セイントセイヤでもサンクチュアリと呼ばれるワンピースでいうところのマリー・ジョアにはゴールドセイントしか入りません。それ以外のブロンズセイントやシルバーセイントはサンクチュアリの外でアテナを守る役割なので、 CP9 や CP0 がセイントとリンクしていると考えても特に矛盾はありません。これらのオマージュは大した意味はなく、セイントセイヤのオマージュが込められていることを知らせてくれているだけでしょう。肝心なのは北斗の拳との共通要素です。北斗の拳もセイントセイヤもイム様ポジションのキャラに赤ん坊が生まれた時に、その椅子を奪おうとする者が跡継ぎとなる赤ん坊を殺そうとし、それを逃がすという設定があるんです。セイントセイヤの場合は、いて座のゴールドセイントがアテナを連れて逃げました。いて座は翼の生えたケンタウロスのような姿です。数少ないケンタウロスキャラのフランキーがイム様を表すキャラに追われているのもそのヒントのような気がします。その他にもスマイリーが食べた方のキャンディーをブルックが玉と言っているのですが、漢字は違いますが、玉のようなことは生まれたての赤子のことを言いますし、和の国でお玉を乗せて走るスピードが弓を持っているのもいて座を表していると思います。だからどうだという話ではないのですが、今後の展開にこんなヒントが隠されていそうだという補助にはなるかと思いお話ししました。今回の考察は以上です。これからもちょっと変わった視点の考察をしていきますので、見逃さぬようチャンネル登録してくださいね。コメント、いいねボタンもお願いします。ではまた次回。